今日はどんな状況でもぶれない覚悟を持つための3つの原則についてお話しします。この原則はですね、幕末の思想家吉田松陰から現代の経営者であるユニクロの柳井坂仁さんに至るまで、時代も分野も超えて偉業を成し遂げた人たちに共通するものなんです。きっと皆さんの仕事やキャリアに対する考え方を根本から見直すきっかけになるはずです。はい、では早速1つ目の原則から見ていきましょう。実はこれが残りの2つの原則を支えるいわば土台になる考え方なんです。非常に重要ですよ。この言葉力強いですよね。幕末の思想家吉田松陰の言葉です。彼が主催した松下村塾、これたった2年ちょっとの私塾だったんですけど、そこから後の総理大臣をはじめ日本の歴史を動かす人物が何人も輩出されたんですね。じゃあその教育のど真ん中に何があったのか。それがこの死という考え方なんです。松松陰に言わせれば、才能っていうのはあくまで道具でしかないんですね。いくら立派な工具を持っていても、そもそも何を作るのかという設計図がなければ意味がないですよね。それと同じで、スキルとかノウハウ、つまりどうやるかっていうハウの部分の前に、なぜやるのかっていう Why、つまり人生の設計図がなければ、どんな才能も宝の持ち腐れになってしまう。そういうことなんです。なので、ここで言う死っていうのは、四半期の売上目標とか、そういう短期的な話じゃないんですね。もっと根本的な、あなたのキャリア、いや人生そのもののエネルギーをどこに向けるのかっていう、まさに羅針盤そのものなんです。さて、自分の羅針盤である使命が定まったとします。じゃあ次は何をすべきか。ここからが原則の2つ目です。これは僕たちがついつい陥りがちな知識ばっかり集めて動けないっていう罠から抜け出すためのものすごく実践的な考え方になります。どうでしょう。何か新しいことを始めるとき、もっと勉強してからとか完璧な計画を立ててからってつい考えちゃいませんか？でも松陰は全く逆のことを言うんですね。まず動けと。なぜかっていうと、本当に必要な知識っていうのは机の上じゃなくて、実際にやってみる中でその現場でこそ手に入るからだということなんです。これがまさにその実践的学習サイクルを表したものです。まずステップ1で、どんなに小さくてもいいから最初の一歩を踏み出す。そうするとステップ2で必ず現実の壁にぶつかったり、ここの知識が足りないなっていうのが見えてくるわけです。そこで初めてステップ3としてその経験をもとにやり方を改善していく。このサイクルをぐるぐる回していくことでしか本当の意味での専門性っていうのは磨かれないんですね。この考え方、実は現代の経営者にも全く同じことが言えるんです。ここに引用したのはジャパネット高田の創業者高田明さんの言葉です。彼に言わせれば、やってみてうまくいかないことは全然失敗じゃない。本当の失敗っていうのは全力を出し切らないことの方なんだと。つまり結果がどうであれ、挑戦するそのプロセス自体にものすごい価値があるということなんですね。ということはですよ、この2つ目の原則から学べる一番大事なことは何か。それはビジネスにおける最大のリスクは失敗することじゃなくて、何もしないことなんだということです。進歩っていうのはこの試行錯誤のサイクルをもうひたすら回し続けることからしか生まれない、そういうことなんですね。さあ、いよいよ最後の原則です。芯を立てて実際に行動を起こした。でもそれだけじゃ十分じゃないんですね。それを支えるものがなければ結局長続きしないんです。この3つ目の原則こそが長期的な成功をつかむためのいわば最強の武器になります。この10年耐えられるかっていうことは、これは劇団四季を作った伝説の演出家浅利慶太さんがオーディションで役者の卵たちに必ず投げかけた質問なんだそうです。つまり彼は目先の才能がどうとかよりも先に、10年という長い時間本気でコミットし続ける覚悟があるかどうか、そこを一番に見ていたわけですね。じゃあ実際にやると決めたことを最後までやり遂げる人って一体どれくらいいるんでしょうか。ユニクロの創業者柳正さんはご自身の経験からこう言っています。本気で実行する人間は100人に1人しかいないと。かなり厳しい数字ですよね。これ裏を返せばどういうことか。並外れた成功を収めるっていうのは何か特別な才能があるかどうかじゃないんです。どんなに困難な壁にぶつかっても
絶対に諦めない。その100人の中の一人に自分はなるんだと腹をくくれるかどうか、ただそれだけの覚悟の問題だということなんですね。そしてこの吉田松松院の言葉が継続の大切さを本当に見事に言い表していると思います。本物になるには20年かかると、すごいスケールですよね。つまり何かをマスターするとか大きなことを成し遂げるっていうのは一夜にして起こるようなイベントじゃない。20年というとてつもない時間をかけて、ただひたすら正直に前に進み続けたその先にようやく大輪の花が咲く、そういうものなんだと教えてくれているわけです。はい、というわけでまとめです。今日お話ししてきた3つの柱を思い出してください。まず、自分の羅針盤となる志を立てる。次に、知識よりも行動を優先する。そして最後に、それを継続という最強の武器で支える。この3つはバラバラじゃなくて、お互いが支え合うことで、初めてどんな嵐にもびくともしない覚悟という名の強固な土台が出来上がるんです。さて、ここまで3つの原則についてお話ししてきました。でも一番大事なのは、これを「へえ、いい話聞いたな」で終わらせないことです。知識を行動に変えてこそ意味があります。ですから最後に、皆さんが明日から、いや今日からすぐにできる具体的な最初の一歩を一つだけ提案させてください。やることはすごくシンプルです。まず、たった15分でいいので、カレンダーをブロックして、誰にも邪魔されない時間を確保してください。そして、紙とペンを用意して、たった一つの質問に、頭に浮かぶまま答えを書き出してみてほしいんです。その質問とは、自分はこの人生で本当に何を成し遂げたいんだろう、です。これが全ての始まりである第一の柱、思念を立てるための何よりも確実で重要な一歩になります。はい、今回の話は以上となります。ぜひ、この15分のアクション、試してみてください。最後に、これだけは覚えておいてください。あなたの思の強さ、その高さがあなたが到達できる場所を決めるんです。今日踏み出すその小さな一歩があなたの未来を大きく変える、その基礎になるはずです。